2026年5月4日、中東の UAE アラブ首長国連邦にあるフジャイラ港という場所がイランの攻撃を受けたのだ。実はこれ、高配当株として大人気のインペックスの株主にとって絶対に見逃せない出来事なのだ。フジャイラ港？中東で起きたニュースなんて、日本のインペックスと何か関係あるの？私、利回りが良くて高配当だから買ってるだけで、インペックスがどこで何をしている会社かまでは詳しく知らないわ。そういう人も多いと思うのだ。でも実は、インペックスは UAE の原油開発とすっごく深い関わりがある企業なのだ。だから、このニュースに気づいた一部の投資家の間では、インペックスの業績に悪影響が出るんじゃないか、と密かに心配する声が出始めているのだ。そうなの。全然知らなかったわ。中東でトラブルがあって業績が悪くなるなら、株価が下がる前に今のうちに売った方がいいのかしら。慌てるのは早計なのだ。UAE の港が攻撃された。インペックスはもうダメだ。と考えるのは極端すぎるのだ。この動画では、高配当株目的で買った人向けに、インペックスと UAE の意外な関係性から、今回のフジャイラ港攻撃が業績に与える本当の影響、そして今どう考えるべきかまで、一から分かりやすく徹底解説するのだ。日本最強のエネルギー企業の真の実力。この動画では、まずインペックスという企業の圧倒的な実力について再確認しておくのだ。インペックスは日本最大の石油、天然ガス開発企業なのだ。日本最大ってすごいわね。でも、なんでそんなに投資家から人気があるの？投資家から絶大な支持を集めている理由は、その堅牢な業績と驚異的な株主還元姿勢にあるのだ。数字を見てみるのだ。2025年12月期決算では、売上高が2兆円を優に超え、純利益も安定して数千億円規模を叩き出しているのだ。売上2兆円超え。規模が大きすぎて想像もつかないわ。さらに注目すべきは配当なのだ。インペックスは総還元成功 40% 以上という明確な目標を掲げており、自己資本配当率をベースにした安定配当を約束しているのだ。自己資本配当率って何のこと？企業の自己資本に対してどれだけ配当を支払っているかを示す指標なのだ。つまり、一時的な業績のブレに左右されず、長期にわたって高配当を出し続けるキャッシュマシーンということなのだ。安定して配当のお金をもらえるのは、投資家にとってすごく魅力的ね。その通りなのだ。配当利回りが常に 4% から 5% 付近で推移しているこの銘柄は、まさに日本の高配当株投資家にとってのコア資産と言える存在なのだ。フジャイラ港攻撃による市場の動揺。しかし、そんな盤石なインペックスホルダーを恐怖のどん底に突き落とすニュースが飛び込んできたのだ。2026年5月4日、UAE のアブダビ産原油を運ぶパイプラインの終着点であるフジャイラ港が、イランの攻撃を受けたという報道なのだ。港が攻撃されたの？そうなのだ。2026年5月1日に UAE が OPEC を正式に脱退し、大増産を発表した矢先の出来事だったのだ。OPEC って何のこと？ OPEC、すなわち石油輸出国機構とは、中東などの産油国が原油価格の安定を目的に産業を調整する国際カルテルなのだ。なるほど。産油国のグループみたいなものね。実は、海外の一部メディアや中東情勢に詳しい専門家の間では、UAE 脱退直後の悲劇だ。中東の火薬庫が爆発した。と密かに警戒されているのだ。フジャイラ港派、インペックスが権益を持つアブダビの原油を輸出するための超重要拠点なのだ。そんな重要な場所が攻撃されたなんて。じゃあ、インペックスの業績も危ないってこと？そうなのだ。だから、この事実にいち早く気づいた一部の投資家たちが SNS や掲示板で、パイプラインの出口が破壊されたならインペックスは終わりだと騒ぎ始め、よくわからないまま釣れ安で損切りボタンを押そうとしている人もいるはずなのだ。皆さんが不安になる気持ちはよくわかるのだ。パニック売りの愚行と隠された真実。ここで深呼吸をして、僕の言葉を聞いてほしいのだ。結論から言うのだ。今このタイミングでインペックスを手放すのは、非常にもったいないと僕は思うのだ。でもフジャイラ港が攻撃されたんでしょ？手放したくなっちゃうわよ。一部のネットの噂を見て焦って売ってしまうのは、このフジャイラ港攻撃の裏で起きている真実を知らないからなのだ。
裏で起きている真実って何のこと？確かに港が攻撃を受けたのは事実なのだ。しかしそれが即座にインペックスの致命傷になると考えるのは数字と物理的現実を見ていない早計な判断なのだ。なるほど。表面的な出来事だけで判断しちゃダメってことね。その通りなのだ。だからこそなぜこの絶望的に見える状況下でもインペックスをホールドする価値があるのか、そしてむしろこのピンチがインペックスの真の強さを証明する舞台になるのかを徹底的に解き明かしていくのだ。ピンチが強さを証明するなんてどういうことなのか気になるわ。感情に流されず冷静に事実と数字を見極める準備はいいのだ。それではニュースではあまり語られない本当のことをお話しするのだ。年間7兆円の機械損失という不都合な真実。視聴者の皆さん、2026年5月1日に UAE が OPEC を正式に脱退したというニュースがあったのだ。これだけ聞いてもピンとこないかもしれないけれど、実はこれインペックスの業績を左右する超特大ニュースだったのだ。UAE がグループを抜けることがなんでインペックスに関係してくるの？なんだか中東が不安定になって悪影響が出そうだけど。多くの人は直感的にそうネガティブに捉えてしまうのだ。しかし数字を紐解けばこれが UAE、 そしてインペックスにとって極めて合理的な大攻勢の合図であることがわかるのだ。大攻勢ってどういうこと？最大の理由は UAE が抱えていた莫大な機械損失なのだ。 UAE は近年巨額の投資を行い、2026年時点の原油生産能力を日量約480万バレルまで引き上げてきたのだ。どんどん生産を増やせる状態だったのね。なのに OPEC の厳格な生産調整により実際の生産枠は日量約320万バレルに制限されていたのだ。せっかく掘れるのに制限されてたの？その通りなのだ。この差分は日量160万バレル、原油価格を1バレル80ドルと仮定した場合、1日あたり1億2800万ドル、日本円にして毎日約200億円になるのだ。毎日200億円。年間でなんと約7兆円もの富が生産枠の縛りによってドブに捨てられていた計算になるのだ。7兆円、それはあまりにもったいないわね。だから UAE がこの足かせを自ら外し独自増産に踏み切ったのは国家の経済成長において必然の決断だったのだ。座礁資産化を防ぐタイムリミットと国家戦略では、なぜ UAE はこの2026年のタイミングで脱退を決断したのか解説するのだ。そうね、なんで今だったのかしら。その裏にあるのが世界的な脱炭素化へのタイムリミットなのだ。脱炭素化ってよく聞く環境問題の話よね。そうなのだ。実は UAE は中東の産油国で初めて2050年までの温室効果ガス排出実質ゼロ、いわゆるネットゼロエミッションを宣言しているのだ。産油国なのにそんな宣言をしているのね。つまり地下に眠る莫大な原油は後に十数年で価値を持たない座礁資産になってしまうリスクを抱えているのだ。座礁資産、せっかくの資源が無駄になっちゃうってこと？だからこそ UAE の国家戦略は極めて明白なのだ。原油が高値で売れるうちに掘れるだけ掘って売りさばくという方針なのだ。なるほど、売れるうちに全部売っちゃおうってことね。そしてその独自増産によって得た年間数10兆円という莫大なお金を再生可能エネルギー、 AI 産業、そして物流インフラへの投資へと全振りするのだ。原油で稼いだお金で新しい産業を育てるのね。脱石油依存の次世代国家へ最速でトランスフォームするのだ。 OPEC 脱退はこの壮大な国家戦略を完遂するための計算し尽くされた第一歩なのだ。独自増産がもたらすインペックスへの莫大な利益、この UAE のしたたかな国家戦略がなぜインペックスホルダーにとって朗報なのか説明するのだ。どうしてなの？それはインペックスがアブダビの陸上油田で 5%、 カブザクム海上油田で 10% という極めて強固な権益を保有するコアパートナーだからなのだ。コアパートナーって特別な関係ってことよね。その通りなのだ。 OPEC の足かせがなくなり UAE が費用320万バレルから480万バレル、さらに500万バレルへとフル稼働で増産体制に入ればどうなるか想像がつくのだ。単純にたくさん原油が取れるようになるってこと？そうなのだ。
権益比率に応じて原油を引き取っているインペックスの販売量も単純計算で 1.5 倍へと跳ね上がることを意味するのだ。 1.5 倍、それはすごいわね。これまで生産調整という名目で抑え込まれていたインペックスの潜在的な収益力がついに完全解放されるのだ。抑えられていた力が一気に発揮されるのね。だからOPEC 脱退を協調の崩壊と見るのではなく、我々投資家が見るべき真実はインペックスの取り分が劇的に増加するという圧倒的なプラスの事実なのだ。被害の真実とアドコップの無傷な地下構造。ネットの一部ではフジャイラ公園上とセンセーショナルに騒がれているけれど、僕たちが確認すべきは感情ではなく物理的な事実と数字なのだ。映像を見るとすごく不安になるわ。実際のところどうなの？まず今回攻撃を受けたのは港湾の地上貯蔵施設の一部に過ぎないのだ。最も重要なインフラであるアドコップの本体は完全に無傷なのだ。アドコップって何のこと？アブダビ原油パイプラインのことなのだ。このパイプラインの大部分は地中深くに埋設された強固な地下構造だから安全なのだ。地下に埋まっているから攻撃が届かないのね。その通りなのだ。合計48インチ、厚さ数センチの特殊鋼で覆われたパイプはミサイルやドローンの表面的な爆発では破壊できないよう設計されているのだ。それなら簡単には壊れないわね。さらに数キロごとに緊急遮断弁が設置されていて、万が一の圧力異常時にも瞬時に原油の流出を食い止めるフェールセーフ機能が働いているのだ。しっかり対策されているのね。つまりパイプラインという大動脈自体は1ミリも損傷しておらず、いつでも原油を送り出せる状態が維持されているのだ。 UAE 国家最優先の復旧力と圧倒的資金力。港が攻撃されたらやっぱり原油は運べないんじゃないかと不安に思うかもしれないのだ。そうよ。パイプラインが無事でも出口がダメなら意味ないんじゃないの？でも UAE の復旧能力を甘く見てはいけないのだ。フジャイラ港波、世界有数の船舶燃料供給拠点、いわゆるバンカリングハブでもあり、 UAE にとってまさにエネルギー供給の生命線なのだ。バンカリングハブって何のこと？船に燃料を補給するための一大拠点のことなのだ。独自増産に舵を切った UAE にとってこの港の稼働停止は国家戦略の根幹を揺るがす事態なのだ。だから UAE 政府は国家予算を度外視してでも最優先で復旧に当たるのだ。でも港の復旧ってすごく時間がかかりそうだけど。過去の事例を見るのだ。2019年のサウジアラビアの石油施設攻撃では世界の専門家が数ヶ月かかると予測した復旧をわずか数週間で成し遂げたのだ。数ヶ月が数週間、中東の底力、恐るべしね。UAE は総額数千億ドル規模の政府系ファンドを保有していて、復旧に必要な莫大なお金や世界最高のエンジニアを即座に動員できる圧倒的な力を持っているのだ。圧倒的なお金の力と人材がすぐに集まるのね。その通りなのだ。事象発生直後からすでに24時間体制での復旧作業が開始されていて、数日以内には仮設ポンプを用いた一部出荷の再開が見込まれているのだ。輸出影響の数値解析とインペックスへの軽微な影響、最後に実際の輸出量とインペックスへの影響を数字で冷静に分析するのだ。現在先ほども触れたアドコップの輸送能力は日量約150万バレルなのだ。仮にフジャイラ港の機能が1週間完全に停止したと仮定するのだ。1日150万バレルで1週間ってことは約1050万バレルも出荷できなくなるわね。その通りなのだ。でもこれは損失ではなく遅延に過ぎないのだ。原油自体が消えてなくなったわけではないから、復旧後に順次出荷される在庫となるだけなのだ。なるほど。売るタイミングが少し後ろにずれるだけなのね。さらに UAE にはアブダビ沖合のダストウなど代替の積み出し港が存在しており、一時的な供給網の迂回も可能なのだ。インペックスの権益に基づく生産量は日量数10万バレル規模だけど、この数日間の出荷遅延が年間業績に与える影響は全体の売上高から見ればコンマ数パーセント以下の誤差の範囲なのだ。コンマ数パーセント、それなら業績へのダメージはほとんどないわね。物理的な被害は極めて限定的であり、インペックスの屋台骨を揺るがすような事態では全くないのだ。ホルムズ海峡迂回という UAE の執念。この動画をご覧の皆様に
まずは550億ドル、日本円にして約 8.5 兆円という途方もない巨額投資の正体について解説するのだ。8.5 兆円。ものすごい金額のお金が動いているのね。そうなのだ。2026年5月から着工が開始されたアドコップ拡張プロジェクトのことなのだ。このパイプラインはアブダビの油田からオマーン湾に面するフジャイラ港まで約 380km を結ぶのだ。さっきも出てきたアドコップっていうパイプラインのことなのね。でも、なんで UAE はそんなに巨額のお金をかけてパイプラインを拡張するの？それは地政学リスクの代名詞であるホルムズ海峡を通らずに原油を輸出するためなのだ。ホルムズ海峡ってニュースでよく聞くけど、どんなところなの？ホルムズ海峡はイランとオマーンの間に位置していて、一番狭いところはわずか 33km しかないのだ。世界の原油海上輸送量の約3割が通過する最大のチョークポイントなのだ。そんなに狭いのに、世界の原油の3割も通るのね。イランがたびたび封鎖を警告するなど、常に航行不能リスクと隣り合わせの海峡なのだ。海峡が通れなくなったら、原油が運べなくなって大変なことになりそうね。そうなのだ。今回のフジャイラ港への攻撃があったからこそ、この危険な海峡を迂回し、安全なオマーン湾側から直接輸出できるアドコップの重要性がさらに浮き彫りになったのだ。なるほど。迂回ルートがあるのは強みになるわね。UAE にとってこのパイプラインは単なるインフラではなく、国家のエネルギー安全保障と直結する絶対的な生命線なのだ。輸送能力倍増がもたらす圧倒的利益。次に、この拡張工事がもたらす数字的なインパクトを見ていくのだ。拡張工事着工前のアドコップの輸送能力は日量150万バレルなのだ。それがどれくらい増えるの？今回の拡張工事によって、この能力は一気に肥料300万バレルへと倍増するのだ。UAE が掲げる2027年までの日量500万バレルへの増産目標に伴い、追加で生産される原油の大部分をホルムズ海峡を通さずに安全に輸出できる体制が整うということなのだ。安全に輸出できる量が一気に増えるのね。でも、金額にするとどれくらいの影響があるの？日量150万バレルの追加輸送は、1バレル80ドルで計算した場合、1日あたり1億2000万ドル、年間で約438億ドルもの売り上げに相当するのだ。年間438億ドル、とんでもない金額のお金が動くのね。そうなのだ。フジャイラ港の表面的な施設が一時的にダメージを受けたとしても、地下深くを走るパイプラインの拡張計画と、そこから生み出される莫大なキャッシュフローの青写真が揺らぐことはないのだ。拡張工事受注によるインペックスの絶対的優位性、そしてここがインペックスホルダーにとって最大の希望の光となるのだ。希望の光？どういうこと？この550億ドル規模の拡張工事において、インペックスは単なる傍観者ではなく、中核的なパートナーとして発注を受け、着工を開始しているのだ。インペックスってそんなすごいポジションにいるの？そうなのだ。インペックスは過去半世紀以上にわたり、アブダビ国営石油会社と強固な信頼関係を築き、海上や陸上の巨大油田で権益を保有し続けてきたのだ。半世紀以上も、それは信頼されるわね。UAE が国家の命運をかけるプロジェクトにおいて、インペックスが選ばれたという事実は、同社が中東においてどれほど不可欠な存在であるかを証明していると僕は思うのだ。なるほど。だから今回の拡張工事も任されたってわけね。その通りなのだ。目先のニュースにとらわれず、裏でインペックスが 8.5 兆円規模の国家プロジェクトの果実を確実に手中に収めている事実に目を向けてほしいのだ。8.5 兆円、規模が大きすぎて想像もつかないわ。この揺るぎない立ち位置と将来の莫大な収益基盤を理解すれば、このタイミングでインペックスを手放すことがいかに非論理的であるかがお分かりいただけるはずなのだ。地政学リスクによる原油先物急騰の事実。みんな、2026年5月4日のフジャイラ港攻撃の直後、世界のエネルギー市場で何が起きたか知っているのだ。原油の価格が上がったとか？その通りなのだ。中東の供給不安が一気に高まって、国際指標であるブレント原油先物は、わずか数日で1バレルあたり約85ドルから100ドルの大台を突破したのだ。ブレント原油先物って何のこと？ブレント原油先物というのは、
イギリスの北海油田で産出される原油を基準とする世界の原油価格の代表的な指標なのだ。国際的な原油取引のベンチマークとして機能しているのだ。なるほどね。それで、どれくらい値上がりしたの？約15ドル。パーセンテージにして 17% 以上の急騰なのだ。投資家として見るべきは燃え上がる炎ではなく、この冷徹な原油価格のチャートなのだ。17% も上がったのね。でも、なんでそんなに急に上がったの？以前にも説明したホルムズ海峡を通らない大動脈であるアドコップの終着点が狙われたことで、中東原油の供給網全体へのリスクがプレミアムとして価格に上乗せされたのだ。つまり、原油が届かなくなるかもしれないって不安が価格を押し上げたってことね。皮肉なことだけど、この地政学リスクによる原油高こそが、インペックスの株価を下支えする最強の防具となるのだ。インペックスの収益構造と原油価格感応度。では、この原油高がインペックスの業績にどれほどのインパクトを与えるのか、具体的な数字で証明するのだ。インペックスが公式に発表している原油価格の感応度というデータがあるのだ。原油価格の感応度って何のこと？これはブレント原油が1バレルあたり1ドル上昇した場合、会社の純利益がどれだけ増えるかを示す指標なのだ。2026年時点のインペックスの事業規模において、先ほど説明したブレント原油が1ドル上がるごとの純利益の押し上げ効果は、年間で約50億円と試算されているのだ。1ドル上がるだけで50億円も利益が増えるのね。その通りなのだ。先ほど説明した通り、今回の攻撃を機に原油価格はすでに15ドル急騰しているのだ。もしこの水準が年間を通じ提示された場合、15ドル ×50 億円、つまり年間750億円もの純利益が、企業努力とハム関係に自動的に上乗せされる計算になるのだ。750億円。何もしなくてもそんなにお金が上乗せされるなんてすごいわね。さらに、有事のドル買いによる円安効果が加われば、この数字は1000億円規模にまで膨らむ可能性すら秘めているのだ。損失を凌駕する利益の逆転構造。ここで一つの疑問が浮かぶはずなのだ。港の施設が壊れたら莫大な修理費がかかり、出荷が止まれば大赤字になるのではと考える人も多いと思うのだ。普通はそう思うわよね。だって港が攻撃されたんだから、修理に莫大なお金がかかって大変なことになるんじゃないの？確かにフジャイラ港の一部施設への被害による修繕費の負担や、一時的な出荷遅延による機械損失は発生するのだ。仮にそのマイナス影響を非常に厳しめに見積もって一時的に200億円規模の特別損失が出たと仮定するのだ。200億円ってすごい金額よ。やっぱり大赤字じゃない。でも、先ほど計算した原油高によるプラス効果は750億円なのだ。差し引きしても550億円以上の圧倒的なプラスが残るのだ。これが施設の一部リスクよりも原油高による増益の恩恵が数字上大きくなる逆転の構造なのだ。そんなにプラスになるの？マイナス分を補ってあまりあるってことね。その通りなのだ。パニックになって株を手放す人は、目の前の200億円の損失に怯え、背後から迫る750億円の利益に気づいていないのだ。プロの機関投資家は、この数字の逆転現象を冷静に計算しているからこそ、安易にインペックスを手放したりはしないはずなのだ。過去の地政学ショックが示す暴落時の真実。ここからはメンタルケア、そして暴落で退場する人と資産を築く人の決定的な違いについて解説するのだ。暴落時の真実ってどういうことなの？投資の世界において最も恐ろしいのは事実ではなくパニックなのだ。パニックになって冷静な判断ができなくなるのが一番危ないってことね。その通りなのだ。過去の地政学リスクを振り返ってみるのだ。代表的な例が、2019年9月14日に発生したサウジアラビアのアブカイク石油施設へのドローン攻撃なのだ。アブカイク石油施設？それってどんな事件だったの？これはイエメンの新イラン反政府武装組織であるフーシ派が、ドローンとミサイルを用いてサウジアラビアの心臓部である巨大石油精製施設を破壊した事件なのだ。わあ、心臓部を破壊されるなんて大事件じゃない。世界の原油供給の約 5% にあたる日量570万バレルが突然消失し、中東の地政学リスクが現実の大規模な供給停止に直結した衝撃的な出来事だったのだ。5% って聞くと少なく感じるけど、
世界全体の量からするととんでもない規模ね。この時、週明けの市場で先ほども話題に出たブレント原油先物は一時約 20% という歴史的な急騰を記録したのだ。原油の値段が一気に跳ね上がったってことね。しかし同時に、株式市場では中東戦争勃発の恐怖からパニック売りが殺到し、関連銘柄の株価は乱高下したのだ。みんな怖くなって株を手放しちゃったのね。当時インペックスを保有していた投資家の中にも、ショッキングな映像を見て恐怖に駆られ、底値で狼狽売りをしてしまった人が数多く存在したのだ。気持ちはわかるわ。自分のお金が減っていくのを見るのは怖いもの。しかし、数字を用いて検証すると全く異なる現実が浮かび上がってくるのだ。狼狽売りとホールドの資産格差完全比較。過去のサウジアラビアの石油施設攻撃の際を例に、パニック売りをした投資家 A さんと、冷静にホールドし続けた投資家 B さんの数ヶ月後の資産格差を、具体的な数字で比較してみるのだ。仮に1000万円分を保有していたとするのだ。1000万円って結構な額ね。A さんはどうなったの？ A さんは恐怖から一時的な底値で全株を売却してしまったのだ。結果として約 15% から 20% の確定損、すなわち150万円から200万円の損失を出して市場から退場したのだ。わあ、それは痛すぎるわね。後で買い戻せなかったの？その後株価が反発しても、心理的な壁から高値で買い戻すことはできなかったのだ。一方、B さんは施設の被害による一時的なマイナス要因よりも、原油価格急騰による利益押し上げ効果が大きいと計算し、ホールドを貫いたのだ。なるほど。目先の被害より原油高の恩恵を見越したのね。その通りなのだ。結果として数ヶ月後には株価はショック前の水準を回復し、さらに年間 4% から 5% の高配当を確実に受け取り続けたのだ。この判断の違いが、半年後には200万円以上の決定的な資産格差を生み出したのだ。200万円の差は大きすぎるわ。やっぱりパニック売りは厳禁ね。2022年のウクライナ危機においても同様なのだ。これはロシアによるウクライナへの軍事侵攻に対し、西側諸国が強力な経済制裁を発動したことで、ロシア産原油の供給が途絶するとの懸念から、原油価格が一時1バレル130ドル台という歴史的な高騰を見せた事件なのだ。あの時も市場全体が大きく暴落してパニックになっていたわよね。そうなのだ。この地政学リスクで市場全体が暴落する中でホールドした投資家だけが、その後の原油高による莫大な利益と増配の恩恵を享受したのだ。感情を排除した数理的投資戦略と現在の結論。それでは今回のフジャイラ攻撃に、この理論を当てはめてみるのだ。断片的な情報やネットの煽りを見て不安になり、このタイミングで売ろうとしている人は、まさに過去に退場していった人と同じ行動を取ろうとしているのだ。パニックになって売っちゃう人のことね。そうなのだ。プロの投資家は感情ではなく、数字で動くのだ。フジャイラ港の被害による一時的な出荷遅延のマイナス額と、地政学リスクによって原油先物が1バレルあたり10ドル以上、急騰した際のインペックスのプラスの増益額を天秤にかけてほしいのだ。マイナスとプラス、どっちが大きいの？インペックスの場合、原油価格の上昇は年間数百億円規模の純利益押し上げ効果をもたらすのだ。だから、施設の一部リスクを補ってあまりある恩恵が数字上確実にもたらされるのだ。なるほど。原油高のプラスの方が圧倒的に大きいのね。その通りなのだ。暴落時にパニックになって退場する人は目先の映像しか見ていないけれど、資産を築く人は数ヶ月後の決算書に記載される増益の数字を見ているのだ。目先のニュースじゃなくて、しっかり先を見据えることが大事なのね。このパニック相場こそが最大の試金石なのだ。冷静な判断力を保ち、原油高の恩恵と高配当を享受しながらどっしりと構えることこそが、長期投資において資産を築くための重要なスタンスだと僕は思うのだ。圧倒的キャッシュフローと利益の防衛線。皆さんが一番気になっている配当のお金は維持されるのかという疑問にお答えするのだ。結論から言うのだ。この程度の揺さぶりで減配するようなやはな財務ではないのだ。減配しないってこと？それは安心ね。そうなのだ。まずインペックスの事業構造を数字で見てみるのだ。インペックスの原油生産における損益分岐点。
つまりブレイクイーブン価格配置バレルあたり約30ドル台から40ドル前半と言われているのだ。ブレイクイーブン価格って何のこと？利益も損失も出ない、プラマイゼロになる価格のことなのだ。フジャイラ港攻撃による地政学リスクで、原油価格は急騰しているのだ。原油が高くなっているのね。そうなのだ。仮に一時的な出荷遅延や修繕費用が発生したとしても、原油価格が1バレル80ドルや90ドルという高値圏で推移する限り、インペックスのフリーキャッシュフローは莫大なプラスを生み出し続けるのだ。フリーキャッシュフローって何のこと？会社が自由に使えるお金のことなのだ。つまり、施設の一部がダメージを受けた程度では、会社の屋台骨を揺るがすような事態には到底なり得ないのだ。DOE 採用による配当の絶対的安定性。さらに配当を語る上で欠かせないのがインペックスの株主還元方針なのだ。インペックスは業績の変動に左右されにくい DOE。つまり株主資本配当率を重視した還元姿勢を打ち出しているのだ。DOE って何のこと？さっきも似たような言葉が出てきた気がするわ。DOE とは、企業が株主資本に対して年間どれだけの配当を支払うかを示す指標なのだ。序盤でも触れた自己資本配当率のことなのだ。利益の何%を配当に回すかという配当成功だけではなく、蓄積された自己資本に対してどれだけの配当を出すかという基準なのだ。なるほど。今まで貯めたお金をベースにするってことね。その通りなのだ。インペックスの自己資本は約4兆円という途方もない規模に達しているのだ。この巨大な自己資本をベースにしているため、単年度の利益が多少ブレたとしても配当原資が枯渇することは物理的にありえないのだ。4兆円、それならちょっとやそっとのことじゃ揺るがないわね。会社側も安定的な配当の維持と拡大を明確にコミットしており、総還元成功 40% 以上という強力な数字を掲げているのだ。これは株主への配当を何よりも優先するという企業からの強烈なメッセージなのだ。鉄壁の財務基盤が証明する減配リスクゼロ。最後に財務の健全性を示す自己資本比率を見てみるのだ。インペックスの自己資本比率は約 60% と、エネルギー開発企業としては世界トップクラスの安全性を誇るのだ。自己資本比率 60% って、そんなにすごいの？数千億円規模の現預金を常に手元に確保していて、今回のような突発的な地政学リスクにも即座に対応できるだけの資金力持っているということなのだ。過去のコロナショックの時でさえ、彼らは生き残り見事に V 字回復を果たしたのだ。コロナショックって何のこと？ 2020年初頭の新型コロナウイルスの世界的パンデミックにより、世界中で都市封鎖が行われて経済活動が急停止し、原油需要が文字通り蒸発した事件のことなのだ。貯蔵施設が満杯になるというパニックから、2020年4月にはアメリカの代表的な原油指標である WTI 原油先物価格が史上初となるマイナス37ドルを記録するという未曾有の危機だったのだ。原油需要が蒸発、想像もつかないわ。マイナスってことは、お金を払って引き取ってもらうってことよね。その時ですら乗り越えたのだから、原油価格が急騰している今回は問題ないのだ。550億ドルというアドコップ拡張工事の巨額投資も、この強固な財務基盤があるからこそ受注し遂行できるのだ。お金の力って偉大ね。だからこそ僕はこう考えているのだ。フジャイラ港のニュースで狼狽売りをする必要はないと思うのだ。ホルダーの皆様はパニックにならず、どっしり構えて配当金の推移を見守ってほしいのだ。UAE の国家戦略とインペックスの未来、いよいよ最後のテーマなのだ。嵐の中でこそ本物が見える。これが今回の最大のメッセージなのだ。いよいよ最後ね。僕がみんなに改めて直視していただきたいのは、UAE という国家がインペックスに託した信頼なのだ。信頼、確かに。巨額の投資のパートナーに選ばれるくらいだもんね。2026年5月1日に OPEC を脱退し、独自増産へ舵を切った UAE は、先ほどから解説しているホルムズ海峡を迂回するアドコップパイプラインの拡張に巨額の投資を行い、主要パートナーとしてインペックスを選んだのだ。国の命運を分けるような大事業だものね。フジャイラ港への攻撃は確かに痛手だけど、UAE にとってこのルートは国家の生命線なのだ。何があっても死守し、復旧と拡張を完遂させるはずなのだ。国を挙げて守り抜くってことね。
UAE の国家戦略と一連卓章であること。これこそがインペックスという企業の最大の強みであり、揺るぎない土台なのだ。リスクを利益に変える投資家の視点。次に僕たちが持つべき投資家としての視点を確認するのだ。投資家としての視点、どういうこと？フジャイラ港への攻撃という事実だけを切り取れば悪材料に思えるけど、市場の真の反応は原油先物価格の急騰だったのだ。確かに、中東で何かあると原油価格ってすぐ上がるわよね。その通りなのだ。エネルギー権益を持つ上流企業にとって、地政学リスクは単なる脅威ではなく、自らの保有資産の価値を押し上げる強力なバネとして機能するのだ。上流企業って何のこと？原油の炭鉱や生産を行う企業のことなのだ。インペックスもその一つなのだ。なるほど。じゃあ、原油が高く売れるようになるからプラスになるってことね。そうなのだ。パイプライン終着点の一部損傷という局地的なマイナスを、原油高というマクロなプラスが完全に飲み込んでしまうのだ。局地的なマイナスより、全体的なプラスの方が大きいのね。このダイナミズムを理解していれば、パニックになって売るべきタイミングではないと判断できるはずなのだ。高配当投資家の正しい生存戦略。最後に、僕たち投資家が取るべき行動についてお話しするのだ。いよいよ大詰めね。インペックスは強固なキャッシュフローを生み出すだけでなく、これまでも触れてきた自己資本配当率をベースにした明確な株主還元方針を掲げているのだ。目先の利益のブレに左右されず、安定的に配当を出し続けるっていう強力なコミットメントのことよね。そうなのだ。現在のような高い配当利回りを誇る状況において、短期的なノイズや恐怖に煽られて狼狽売りをしてしまうことは避けたいのだ。パニックになって手放しちゃうのが一番もったいないのね。いかなる地政学的な危機においても、感情に流されずにホールドし続けた投資家こそが、大きな資産を築いてきたのだ。冷静な判断が大事ってことね。企業の本当の価値、本物を見極める力が試されているのだ。短期のノイズに惑わされず、高配当をもらいながらどっしりと待つのが、長期投資家としての有効な姿勢だと思うのだ。家宝は寝て待てってやつね。それが、この相場を生き抜くための一つの大きな正解になると信じているのだ。まとめ、今回はフジャイラ港攻撃の裏にある真実と、インペックスを手放すのはもったいないと考える理由について解説したのだ。ネットの噂や断片的な情報だけで慌てて売っちゃうのはもったいないってことがよくわかったわ。そうなのだ。表面的な情報だけでパニックにならず、背景にある巨額投資や原油高の恩恵、そして強固な財務基盤を理解することが投資には不可欠なのだ。パニック相場こそ冷静な判断が必要ね。最後までご視聴ありがとうなのだ。最後に大切なお知らせなのだ。この動画の内容はあくまで僕個人の見解や分析であって、特定の銘柄の売買を推奨するものではないのだ。投資にはリスクが伴うから、最終的な判断は必ず自分自身の責任で行ってほしいのだ。いいね、コメント、ハイプ、チャンネル登録、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いするのだ。